専門治療院です。よろしくお願いします。今日紹介する方はこれです。これわかりますか？今日紹介する方はネイリストの女性です。ネイリストのお姉さんです。この方はすごいですね。すごいなんか毎回すごいって言ってますけど、やっぱすごいんですよね。僕面談でもやる気ない人はもうことごとく落とすようにしてるんで、もう最近はやっぱり頑張り屋さんが集まってくれるので、もうやっぱ皆さんどうしてもすごくなっちゃうんですよ。今日の方もすごいです。今日の方は何がすごいかっていうと、もうこの黄色ブドウ球菌撃退法にかける、熱意思いっていうのがもう半端ないですね。もう半端ないです。そうですね、一番最初の面談で、だいたいこう時間を設定するじゃないですか。だいたい11時だったら11時に、ズームコンサルしますよということを言うんですけど、彼女の場合は最初もう15分ぐらい前からもうカメラの前でスタンバってるんですね。で僕15分前になったら彼女が入ってきた分かったんで、僕も15分前に入って、で彼女に「あれちょっと早くないですか?」って言ったら「いやもう先生ずっと待ってました」と「もうずっとカメラの前で待ってました」って言うんですよね。まあすごい、もうその時点でもすごいですよね。あとはですね、彼女仕事がネイリストなんですけど、もうお客さんにまで「もう私この黄色ブドウ球菌やるんです」と応援してくださいみたいな感じで言ってるんですよ。でお客さんも「もう頑張ってきてね」って言って、もう彼女やる気満々なんですよね。で面談でですね、もう僕にこう言うんですよ。先生、もう私この黄色ブドウ球菌先生が治療を提供してくれないと私困るんですと、絶対受けたいんですと、お願いしますと。もうすごいですよ。30分ぐらいね面談してたんですけど、もう彼女25分ぐらい泣いてました。もうもうずっと泣いてましたね、本当に。それぐらいこの黄色ブドウ球菌撃退法にかける思いっていうのがもうすごく伝わったんで、よしやろうかと、やりましょうかということで一応治療開始になりました。で彼女の仕事がネイリストなので、やっぱ対人関係の仕事じゃないですか。お客さんを前にしてずっとやるわけですから、やっぱりその顔のアトピーっていう、顔のアトピーとか首のアトピーとか、そういうのが気になるということだったんで、なんとか早く、短期間で消してやりたいなと思ってたんですけど、今ちょうど2週間経って、昨日彼女からメールいただいて、写真見たら結構いい感じです。はい、肯定反応でちょっと苦しんだって言ってたんですけど、でも、アトピーで苦しむ人って大体5年10年あるいは20年苦しむ人いるじゃないですか。そう考えたら2週間で劇的に回復してるんで、OK かなと思います。はい。で、この後彼女のコンサルでいろいろ聞いてみたいと思いますんで、彼女の生の声を聞いてみてください。どうぞ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。聞こえますか？こんにちは。はい。あれ、大内さんの顔が見えません。あれ。見えますか？はい。見えます。どうも。こんにちは。今日も早いですね。前もそうでしたけど、今回もちゃんとスタンバってくれてるんですね。スタンバってました。よろしくお願いします。お願いします。写真ありがとうございました。はい。よく頑張ってますね。今3時間ぐらい入ってるんですか？3時間ぐらいですね。平均したら多分。うわ、すごいな。で、しかも写真見たら良くなってるじゃないですか。良くなってます。どんな感じですか？最初しんどかったんですけど、はい。ペースがつかめてきて、はい。もうなんか
入らないと損みたいな気分になっあ、てて、そう。はい。まあ、生活の軸に本当入浴が最近はなってます。うわ、すごいな。なんか、メール見たら肯定反応に最初苦しんだって書いてますよ。好転反応、4日間ぐらいで顔がもうバーッとピークで来たんですけど、はい。脱捨て始めた頃の方がひどかったので、はい。この微生物ちゃんたちがまあ、働いてくれてんねやろなと思ったら、はい。なんとか耐えれました。耐えれました。1週間。はい。1週間、首がずるずるひどかったんで、はい。もう隠してたんですけど、ずっと。はい。はい。で、なんとか、まあ、やり過ごしたらまたポツポツ出てくるって、このちょっと繰り返してる感じは今します。へえ、でも今こうやって見たら全然わかんないですよね。そうなんです。もう2、3日前がまたひどかったんですけど、はい。また綺麗になってきて、今日今こうやって見てもわかんないですよ。全然首とか顔とか。そうですね。自分ではちょっと嫌やなと思うんですけど、はい。あ、また生で見たら違うのかな、ひょっとしたら。そうですね。まあ、カサカサ、ゾウさんの肌みたいな、なんてへ言うんですか、え、はい。するんですけど、はい。まあ、他人からはそんなに赤みも引いたし、はい。いい感じじゃないっていうふうに言われます。2週間前の時に比べたら、すごい良くなったって感じですよね。はい、すごい良くなりました。あの時やばかったですもんね。やばかったです。もう早く治療したくて仕方なかったです、本当に。この2週間ちょっと早かったですか？2週目からが早かったですね。1週間目はちょっと風呂しんどいと思ってたんですけど、はい。あっという間に過ぎました。いや、でも苦しんだ期間がまあ1週間だったら、大石さん良かったじゃないですか。そうですね。うこれをん。返すんかなっていうのは覚悟しながら、はい。はい。もう、じゃあ肯定反応乗り越えたと思っていいんですかね。その好転反応も徐々になんていうんですか、あんまり悪化しなくなってきてるんで、はい。はい、このままなくなっていくんかなって思ってます。そうですよね。写真見はい。たら結構、もうなんか肩とか顔とかうん、首とか、全体的に、もう足なんて全然ツルツルじゃないですか。足はもうツルツルになりました。ですよね。あとはじゃあ、やっぱり顔とか人に見られるとこですよね。そうですね。あはい。ネイリストって言ってたじゃないですか。はい。ってことはやっぱり対お客さんなので顔見られますもんね。顔見られますね。マスクしてるんですけど、はい。この目から上ももうここも荒れて、はい。まあ、真っ赤やったんで、はい。まず、どうしたんって言われます。言われるわな。最初に。あの顔は言われますよね。うーん。そら心配されますよね。でももしね、好転反応がもう出し切ってたら、もう多分言われないですよ。今の顔だったらね。はい。うんうん。はい。もう多分隠す必要ないんじゃないですか。顔はね。そうですね。だいぶ、はい。いい感じになってます。なんかメール見たら脱皮したって書いてましたよ。もう、すっごい脱皮して、はい。あのーパリッパリに顔をボロボロっと角質が、はい。茶色い角質っていうんですか。はい。ボロボロ取れて、で、1週間目は、おっしゃってたクリームを1週間で使い切ったんです。はい。もうすごい保湿してたり、そういうのもあるのかなとか思いながら、はい。すごい脱皮しました。で、脱皮して剥けば剥いたら卵みたいになるでしょ。はい。なって、
すごいですね。はい。もう向け切った感じですか？向け切ったかもしれないです。はい。あ、よかうん、ったじゃないですか、もよかったです。う。2週間でこうなったら最高ですよね。はい。だいたいアトピーの人なんてもう5年10年苦しむの当たり前なんでね。はい。うはい、それがん。もう2週間でここまで改善したらもう僕言うことないですね。あ、そうですか。はい。あとは、胸のところと肩のところと首のところが、まあ、はい。さっと引けばもう言うことないんじゃないですか？うん。先生、これはまた2ヶ月後からはこう鍛え上げるっておっしゃってたじゃないですか。はい。皮膚がもうちょっとこう強くなっていくんですかね。はい。色素沈着とまだ、か、色素沈はい。着とか、サメ肌とかっていうのはもう2ヶ月目以はい。降の、訓練なので、はい。はい。本当に2ヶ月目からが結構しんどいですよ。はい。うん。うん。運動の要素がやっぱ加わるので、結構きつはい。いですけどね。はい。一回、運動はい。倍ぐらいにしもう倍、た方が倍ですね。倍。うはい。ん。これも倍の方が早く治るんですかね。はい。2ヶ月目はい。は運動すればするほど皮膚が鍛え上げるスピードももっと速くなるんで、はい。うはん。い。もう早く治したいですか？早く治したいです。もう今のスピードでも僕すごいと思いますけどね。あ、本当ですか。よかっはい。た。すっごい、もうこの改善スピードすごいと思いますよ。すごいと思います。はい。よかったじゃないですか。よかったです。これを継続してはい。年末まで頑張ります。だって2週間前の面談の時、大石さん、はい。僕たち30分ぐらい面談しましたけどね、はい。もうずっと泣いてたじゃないですか。と泣いてましたね。ねえ、もう今回はもうそんな悲しいこととかないでしょ？そうですね。悲しいはことはですね。はい。い。もう不安とか消えました？不安とか心配とか。そうですね。もうこのまま、徹底的に叩いていったら、なんていうんですか、ぶり返さなくなるのかなっていうふうに思います。もうちょっと皮膚がこう鍛え上げられたら、そうですよね。皮膚鍛え上がっかなって。たらもう大丈はい。夫ですね。ううん、ん。あとは要因をこう、徹底的にはい。作ってしたら、もう来年からは、あんま気にしなくていいんかなってちょっと思ってます。そうですよね。うん。やっぱり仕事の関係上、どうしても対お客さんなので、お客さんからの目はい。も気になるでしょうし、なんそうでか、すね。すごくお客さんに期待されてるって言ってたじゃないですか。頑張ってこはい。いと。この訓練頑張ってこいと。うん、もうはい。多分お客さんはい。も多分安心してくれると思うんですけどね。そうですね。は最近は、だから素肌でずっと接客して、眉毛だけ描いてい。はい。してるけど、はい。もう全然綺麗やでって言ってくれるんで、それも嬉しくて、ああ、そらすごい最高の言葉ですよね。はい。本当にもう他人さんがどういうふうに見てるんやろうっていうのはすごくいつもやっぱ気になってたんで、はい。うん、そう言われたら嬉しいです。それはお客さんからしたらその自分の爪も心配ですけど、やっぱり大石さんの肌も心配なんでしょうね。ありがたいです、本当に。いや、よかったです。とりあえず僕2週間としては、うん、もうはい。ここまで改善したら僕上出来なので、あ、そうですか。よかったはい。です。で、もしこれがね、はい。好転反応がもし出し切ってたら、次の2はい。週間ももっともっと加速すると思うんで、はい。うん、うん。さらにこの2週間っていうのは、またどんどん加速すると思いますはい。よ。はい。わかりました。今、心配事とかないですか？不安とか。そうですね。なんか食べるもので、はい。ショートニングとかこう、禁止されてるものがあったじゃないですか。はいはい。それ以外になんか食べ物って、一応気を使ってるんですけど、はい。
何を食べたらいいかなっていうのをすごく今迷い出してて、はい。何かおすすめとかありますか、お先生的。すすめ。例えば何を迷ってます食べるときって。あの血液検査でその自分の体に合わないものっていうのは調べてるんですけど、はい。なんで小麦粉とかそういったのは控えてるんですけど、はい。豆類とか、大豆系ばっか摂取してて、卵とか。はい。だからずーっとそればっか食べ続けるのもしんどくなってきて、はい。何かないかなっていうのはちょっと。何かないかな。栄養が心配なんですか？栄養。栄養っていうより、なんか飽きてきて食べるもんにちょっと。飽きてきて食べるもの。ああ、そうですね。自分の栄養が果たしてこの食べ物が合ってるかどうかっていうのはさっき言ったように細胞の検査でわかるじゃないですか。はい。で、細胞の検査を受けました。あれ結構高いんですけどね。あ、39品目、はい。そちらしか受けてないんですけど、はい。もっとランクが上のものもあるんですかね。はい。あれ結構すごいですよ。食べ物、どれが合うか合わないかって全部調べてくれますからね。そのグレードが高い方ですか？はい。あ、そうなんですね。はい。でもね、僕基本的に、はい。その食べ物ってそんなに重視してないんですよ。その注意事項に書いたうん。もの以外は僕基本的に食べてはいいと思ってるので、ははい。うんうんい。うん。そんなにそうですね、うん。その食べ物に困ってるっていうよりかは、僕はお腹の状態を良くした方がいいと思いますよ。腸内環境で腸すか？内環境。腸内環境はお腹の状態が良くなると、もう必要な栄養素っていうのは全部お腹の細菌が作ってくれるんで、はい。う栄養素を取らん。なくてもね、栄養素、そはい。のビタミン A とかビタミン B、C とか、そんなミネラルとか取らなくても、お腹の状態を良くしておけば、もうお腹の中の微生物が全部必要な栄養素を全部必要な分だけ作ってくれます。はい。うはい。なのん。で、どっちかって言ったらお腹の状態を良くすることに、注意した方がいいですよね。はい。うだから発ん。酵食品とかめっちゃ大事ですよ。発酵食品ですか？はい。めっちゃ大事だと思いはい。ますうん。ね。はい。毎日出てたら大丈夫ですかね？はい。毎日食べ改便。たらいいんじゃないですかね。あ、よかったです。はい。だから、味噌汁とか、納豆とはい。か、砂糖が入ってないヨーグルトとか、僕そんなんめちゃくちゃはい。大事だとう思いますよ。ん。わかりました。はい。でも、大石さん、そんな暴飲暴食するような感じじゃないですけど、そうですね。お風呂入るようになって、はい。だらだら、かいかい言いながら食べたりしてるのが一切なくなったんで、はい。お風呂入ってる間はもう食事しないじゃないですか。はい。はい。だからもう、間食もなくなってきたんで、はい。きっちり食事をとって、はい。水分でっていうサイクルになってきたんで、そう、無駄なもの食べなくなりました。じゃあ、もう、食べることもうん。良くなってるし、日はい。々も良くなってるし、生活リズムも正してるし、言うことないじゃなはい。いですか、もう。ねえ。はい。ありがたいです、本当。運動どうですか、運動は。運動は、定期的じゃない、決まった時間でって書いてあったじゃないですか。はい。なんで、通勤の最寄りまで20分ぐらいはい。歩くの、チャリンコで行ってたんです、ずっとしんはい。どいから。はい。今日歩きに帰るだけで往復できるじゃないですはい。か。はい。で、時間があったら、一駅歩いてみたり、はい。こういう感じで、散歩はしてます。で、休みの日は、はい。まあ、軽く、ジョギング20分ぐらいやったら、もう本当走ったらすぐなんで、はい。20分ぐらいやったら、まあ、走ってみたり、そんな感じで運動はしてます。ちゃんと努力してますね。偉いですわ。さすがですね。うん。頑張ります。もうお風呂も3時間入ってるし、で、しかもランニングまでしてるし、
たまにですね、リングは。たまに、まあ、たまにですけど、ちゃんと運動もしてるし、やっぱりもうそれだけ早く治りたいっていう気持ちが伝わってくるんでね。うん、うん。まあ、2週間でこれだけ良くなって、次の2週間はい、もちょっと楽しみなので、はい、はい、素材がちょっと変わるじゃないですか、素材が。はい、はい。なので、あの素材もちょっと強烈なので、ちょっと試してみてください。はい。昨日から一昨日か、はい。新しい素材を入れ始めました。よかですか？調子よかですか？よかです。はい、よかですか？いいですね。はい。はい。お父さん、お母さん、皮膚の変化気づいてます？大石さんの皮膚の変化が。気づいてます。気づいてますか？はい。何と言ってますか？すごいって言ってます。ああ、よかったですね。たまに会う人がね、やっぱり気づきやすいんですけどね、たまに会う人が。はい。ううんうん。ん。でも、お父さんもお母さんもそれだけ気づくってことは、やっぱりそれだけ良くなってると思うんで、うん。はい。うん。まあ、2週間前の、まあ、2週間前って結構ちょっと長かったような感じしますね、僕は。大石さんと会うのはい。久しぶりなんでね、こうやって。はい。はい。あの時もう本当に悲痛なメッセージ投げかけてたじゃないですか。もう先生助けてくださいと。はい。いう感じだったんで、僕、ちょっとね、心配だったんですよね。そうですか。はい。大丈夫かな、この子ってちょっと思ってたんですけど、まあまあ、良かったではい。すわ。はい。大丈夫か。あ、先生、本読みました。本ってなんか出しましたっけ？あれです。アマゾン。成功の、あ、成功成の、読んでくれましたか。面白いです。めっちゃ面白いでしょ。あれ読んだら、多分、大内さんが人生変わるっていうその理由が分かりそうじゃないですか、多分。うん、もう過渡期は過ぎたのかなってちょっと自分で思ってるんですけど。そうでしょう。で、しかもですよ、その人とつながりを大事にしてる大内さんには、あの本って多分バイブルだと思いますよ。うん、いや、本当に、もう、スラスラ読めました。苦じゃなかったです、全然。よかったですね。もうあれを読んだ後に、この訓練をさらに進めていけば、もっと理解はい。力が増えると思うんでね。うん。あれ、教えてありがあれとうございます。あれ読んだら本当に、もうすべてがなんかパズルがもう全部つながはい。ってくるような感じがすると思うんですよ。はい。はい。バイオリズムとかって意識したこともなかったんですけど、はい。はい。なんかすごい腑に落ちて、はーはってなり、い。いやー、多分この黄色ブドウ球菌撃退法の出会いも多分それがきっかけだと思いますよ。いや、本当そう思いました。はい。よかったですね。そうだそうだ、僕それ教えてましたね。成功の話。はい。まあ、僕、ああいう本が大好きなんで、もし興味があれば、もっともっといい本をお伝えできるんで、教はい。えてくださまた教えますね。興味あったら教えますよ、また。い。ありがとうございます。はい。そんな感じかな。あと大丈夫